第一章かけがえのない家族。中村沙織にとってトイプードルのココはただの愛犬ではなかった。3年前にペットショップで出会った手のひらに収まるほど小さかった命。その日からココは沙織の日常の中心になった。朝は沙織の顔を優しく舐めて起こしてくれる目覚まし時計。昼は在宅勤務をする沙織の足元で静かに寝息を立てる小さな同僚。そして夜は一日の疲れを癒してくれる温かい湯たんぽのような存在だった。ココ、ただいま。玄関のドアを開けるとココは尻尾をちぎれんばかりに振って駆け寄ってくる。その姿を見るだけで仕事のストレスなど霧のように消え去ってしまう。沙織はココを抱き上げ、その柔らかい毛並みに顔をうずめた。この子のいない人生なんてもう考えられない。沙織にとってココは紛れもなく家族だった。ある休日の午後、ココとの散歩の帰り道、沙織の目に1枚のチラシが飛び込んできた。ペットサロンワンダフルライフ新規オープン。ガラス張りの外観はまるでカフェのようにおしゃれで清潔感があふれている。写真に写るトリマーたちは優しい笑顔で大型犬を抱きしめていた。そして何より沙織の心を引いたのはそこに書かれた文字だった。オープン記念キャンペーン。トリミング&ペットホテル。今だけ地域最安ね。来月どうしても外せない2泊3日の出張が入っている。いつもは実家に預けるのだが母が体調を崩しているため今回はペットホテルを探さなければならなかった。こんなに綺麗でしかも安いなんて良いかも。沙織は軽い気持ちでチラシを手に取った。この選択が愛するココと自分自身を地獄の淵へ突き落とすことになるなどこの時の彼女は知る由もなかった。第2章裏切りの始まり。出張の当日、沙織はココを連れてワンダフルライフを訪れた。いらっしゃいませ。店のドアを開けると経営者だと名乗る中年の男、祈祷が満面の笑みで出迎えた。いやー、かわいいトイプードルちゃんですね。お名前はココです。初めての場所なので少し怖がりかもしれませんがご心配なく。私動物の気持ちがわかるんですよ。ココちゃん、私に任せてくれれば大丈夫だからね。祈祷はそう言うと慣れた手つきでココを抱き上げた。沙織の不安を察したのか祈祷は自信満々に続ける。うちはケージフリーの時間も設けてますしスタッフが24時間常駐してますから。沙織さんも安心してお仕事頑張ってきてください。その人懐っこい笑顔と自信に満ちた言葉に沙織の不安はすっかりと解消された。よろしくお願いしますと深く頭を下げ、沙織は後ろ髪を引かれる思いで店を後にした。そして3日後、仕事を終えた沙織は流行る心を抑えながらワンダフルライフへと向かった。ここ、お迎えに来たよ。しかし沙織の前に連れてこられたココの姿に彼女は言葉を失った。尻尾は力なく垂れ下がり、大好きなおやつを見せても顔を背ける。毛並みは全体的に薄汚れもつれてしまっている。そして抱き上げた瞬間、ツンと鼻をつくアンモニアの匂い。あのココ、少し痩せたような。それになんだか汚れていませんか。沙織が戸惑いながら尋ねると祈祷はヘラヘラと笑いながら答えた。いやー、やっぱり飼い主さんと離れて寂しかったんですよ。食欲も少し落ちちゃって。まあよくあることですよ。気のせい。そのあまりに無責任な態度に沙織は言いようのない不信感を覚えた。しかし何よりも今はここのことが心配だった。沙織は会計を済ませると震えるココを強く抱きしめ足早に店を去った。第3章奈落の底へ。家に帰ってもココの様子は明らかにおかしかった。ぐったりとして動かず水さえ飲もうとしない。翌朝、沙織は血相を変えて動物病院に駆け込んだ。診察を終えた獣医は厳しい表情で口を開いた。中村さん、単刀直入に言います。ココちゃんは重度の栄養失調と脱水症状を起こしています。それに何か非常に強いストレスにさらされていた可能性が高い。一体この数日どんな環境にいたんですか。獣医の言葉は沙織の頭をハンマーで殴られたかのような衝撃を与えた。あのサロンでここに何があったのか。怒りで全身の血が逆流するような感覚に襲われた。沙織は獣医に診断書を書いてもらうとその足でワンダフルライフに乗り込んだ。祈祷さん、どういうことですか。うちの子が栄養失調と脱水症状だってお医者さんに言われました。沙織が診断書をカウンターに叩きつけると祈
藤の顔から笑みが消えた。ちょうどその時、店の奥からキャン、キャンという甲高い鳴き声が聞こえた。沙織が声のする方へ目をやると、信じられない光景が広がっていた。狭く薄汚れたケージが、いくつも積み重ねられている。中には、毛玉だらけのシーズーや、怯えた目をした柴犬が押し込められていた。どのケージの水入れも、空っぽか、濁った水が少量入っているだけ。店内に充満する糞尿の匂い。それは、チラシで見た清潔なイメージとはかけ離れた、地獄のような光景だった。これがあなたの言う大切にお預かりしますなんですか。震える声で叫ぶ沙織に対し、祈祷は完全に開き直った態度を見せた。ああ、なんだよ。うちはこのやり方でやってんだ。それが気に入らねえなら、もう来なきゃいいだけの話だろ。そういう問題じゃありません。これは虐待です。虐待？は？面白いこと言うな。うちでそうなったっていう証拠でもあんのか？あんたが家に帰ってからそうなったのかもしれないだろ。祈祷は診断書を鼻で笑い、沙織を睨みつけた。いい加減にしろよ。これ以上、うちの店の前で騒ぐなら、威力業務妨害で警察を呼ぶからな。その恫喝に、沙織はひるんでしまった。悔しさと、何もできなかった自分の無力さに、唇を噛みしめることしかできなかった。第4章閉ざされた扉。泣きながら家に帰った沙織だったが、このまま泣き寝入りすることだけは、絶対にしたくなかった。翌日、沙織は震える手で警察署に電話をかけた。あのペットサロンで、ひどい扱いを受けて、しかし、電話に出た警察官の対応は、冷たく事務的なものだった。ワンちゃんが怪我をさせられたとか、そういう明確な被害がないと、事件として扱うのは難しいんですよ。いわゆる、民事不介入ってやつでしてね。まずは、お店の方と話し合ってみてください。ガチャリ、と無情に切られた電話。次に沙織は、市の生活衛生課に助けを求めた。しかし、ここでも担当者をたらい回しにされた挙句、返ってきたのは同じような言葉だった。事業者への指導は可能ですが、そのためには明確な証拠が必要になります。それに、まずは当事者同士での話し合いが原則となっておりますので、誰も助けてくれない。法律も、行政も、自分のような一個人の小さな声には耳を貸してくれないのか。沙織は、社会の大きな壁の前に、たった一人で突き放されたような、深い孤独感に襲われた。自分の無力さに、ただただ涙がこぼれた。第5章悪党の逆襲と第2の絶望。このままでは終われない。せめて、自分と同じような被害者が、これ以上出ないように。そう考えた沙織は、勇気を振り絞り、インターネットの口コミサイトに、今回あった出来事をありのままに書き込んだ。先日利用しました。愛犬が栄養失調と脱水症状になりました。店内の環境も衛生的とは思えません。大切なペットを預ける方は、どうか慎重に判断してください。しかし、その行動は、事態をさらに悪化させるだけだった。投稿から数時間後、沙織のスマートフォンが見知らぬ番号からの着信を告げた。もしもし、てめえ、中村沙織だな。スピーカーから響き渡る。祈祷の怒声。沙織は心臓が凍りつくのを感じた。なぜ、私の電話番号を、そうだ。予約の時に、ネットに余計なこと書きやがって。今すぐあの書き込みを消せ。消さねえと、名誉毀損と営業妨害で訴えるからな。わかったか。一方的に怒鳴りつけ、電話は切れた。沙織は恐怖で震えが止まらなかった。個人情報を盾に脅迫するなんて、追い打ちは、それだけでは終わらなかった。祈祷は、店の公式 SNS アカウントに、信じられない投稿をしたのだ。お知らせ、現在、一部の悪質なクレーマーから、事実無根の嫌がらせを受けております。当店は、すべてのワンちゃんに愛情を持って接しております。負けずに頑張りますので、応援よろしくお願いします。その投稿には、あっという間にいいねがつき、コメントが殺到した。祈祷さん、頑張って、ひどいクレーマーがいるんですね。負けないで、いつもお世話になってます。こんな良いお店、他にないですよ。事情を知らない人々からの無責任な同情と応援、そして、沙織の口コミは個人の恨みによる嫌がらせとして逆に非難の的になってしまった。正義を訴えたはずが悪者に仕立て上げられる世間という見えない巨大な敵からの攻撃に沙織の心はついにぽっきりと折れてしまった。第6章孤独な反撃ののろし。もう無理。沙織はソファに突っ伏し
声を殺して泣いた。人の卑劣さにも、世間の無関心さにも、そして何より、自分の無力さに絶望していた。その時だった。ペロリ、温かくて湿った感触が、沙織の方を伝う涙を優しく拭った。顔を上げると、心配そうな瞳で、こちらを見つめるここの姿があった。体調はまだ万全ではないはずなのに、ここは必死に沙織を慰めようとしてくれている。この子は、何も悪くない。ただ、私を信じてついてきてくれただけ。なのに、私が弱気になったせいで、この子を危険な目に遭わせた。私が、この子を守らなくて誰が守るんだ。ここの純粋な瞳を見つめ返した瞬間、沙織の心に消えかけていた炎が再び燃え上がった。恐怖も絶望も全てを怒りのエネルギーに変えて、彼女は固く決意した。見てなさい。人を絶対にあなたの好きにはさせない。その日から沙織は別人になった。まず客を装って再びワンダフルライフを訪れ、スマートフォンのカメラで店内の劣悪な環境の証拠映像を撮影した。祈祷が他の犬を怒鳴りつける声もはっきりと録音できた。次に SNS でワンダフルライフ被害というハッシュタグを使い被害者を探した。すると数人からうちの子も体調を崩した予約したのに忘れられていたといった DM が届いた。彼女たちは祈祷の脅しを恐れて声を上げられずにいたのだ。沙織は一人一人と丁寧に連絡を取り証言を集めていった。孤独だった戦いに少しずつ仲間ができていく。それは暗闇の中で見つけた小さなしかし確かな希望の光だった。第7章1条の光、反撃の切り札、診断書、写真、動画、他の被害者の証言、集められるだけの証拠を揃えた沙織は市の無料法律相談で紹介されたある弁護士事務所のドアを叩いた。はじめまして、弁護士の犬飼です。そう言って現れたのは柔和な笑顔が印象的な、しかし瞳の奥に鋭い知性を感じさせる男性だった。沙織は恐る恐るこれまでの経緯と集めた証拠を犬飼弁護士に見せた。犬飼弁護士は一つ一つの資料に真剣な眼差しで目を通していく。沙織が撮影した動画に映る空の水入れを見たとき、彼の表情がわずかに険しくなった。すべての資料を確認し終えた犬飼弁護士は顔を上げ、沙織の目をまっすぐに見ていった。中村さん、よくここまで一人で頑張りましたね。本当に大変だったでしょう。その優しいねぎらいの言葉に張り詰めていた沙織の心の糸がくすりと切れた。彼女の目からこらえていた涙がとめどなく溢れ出す。声を上げて泣く沙織の肩を犬飼弁護士は静かにさすってくれた。涙が落ち着いた頃、犬飼弁護士は力強い口調で言った。中村さん、あなたは一人じゃありません。そしてあなたの戦いは決して無駄じゃありません。祈祷師の行為は単なる管理不行き届きなどではない。これは動物の愛護及び管理に関する法律、通称動物愛護法で定められた虐待、その中のネグレクト、つまり飼育放棄に該当する可能性が極めて高い悪質な事案です。動物愛護法、虐待、初めて聞く法律の言葉が沙織の絶望を確かな武器へと変えてくれた瞬間だった。彼の行為は断じて許されるものではありません。法律に基づき、ココちゃんの治療費とあなたが受けた精神的苦痛に対する慰謝料をきっちりと請求しましょう。犬飼弁護士の言葉は沙織の心に何よりも強い勇気を与えてくれた。第8章静かなる最後通帳。数日後、犬飼弁護士の名前で作成された一通の配達証明付き内容証明郵便がワンダフルライフの祈祷のもとへ届けられた。そこにはこれまでの経緯が法的に整理された上で以下の要求が明確に記されていた。1、非伝の行為は動物愛護法における虐待ネグレクトに該当する蓋然性が極めて高く悪質であること。1、愛犬ココの治療費及び依頼者である中村沙織氏が受けた精神的苦痛に対する慰謝料として金150万円を請求すること。1、本書面到着後1週間以内に誠意ある回答なき場合、管轄の動物愛護センターへの通報並びに民事訴訟の提起を含む断固たる法的措置へ移行すること。しかし祈祷はその書面を最後まで読むとうんと鼻で笑った。弁護士はったりかましやがって、まだやってたのか。
あの女、彼は内容証明郵便をくしゃくしゃに丸めるとゴミ箱へと投げ捨てた。たかが素人の女が一人弁護士をつけたところで何ができる。なめるなよ。紀藤は自分の行為がどれほど重大な結果を招くことになるのかまだ全く理解していなかった。第9章正義の鉄槌。約束の1週間が過ぎても紀藤からの連絡は一切なかった。彼はまだことの重大さを理解していないようですね。予定通り次のステップに進みましょう。犬飼弁護士は沙織が集めた全ての証拠を添付し、管轄の動物愛護センターへ正式に通報した。動物の命に関わる悪質な案件と判断したセンターの動きは迅速だった。その日の午後、何食わぬ顔で店を開けていた紀藤のもとに動物愛護センターの職員を名乗る2人の人物が訪れた。動物愛護法に基づき使用環境の確認のため立ち入り調査に参りました。突然のことに紀藤はあからさまに狼狽した。いや、うちはちゃんとやってますよ。職員は紀藤の言い訳には耳を貸さず、冷静に店内を隅々までチェックしていく。積み重ねられた汚れたケージからの水入れ、痩せて怯える犬たち。紀藤さん、この子の水入れからですが、最後に水を与えたのはいつですか？さっきあげたばかりで全部飲んじゃったんですよ。そうですか。では、こちらのフードがカビていますが、これは後で片付けようと思ってただけで。職員の冷静な指摘に紀藤の嘘は次々と暴かれていく。沙織が撮影した動画と目の前の光景が完全に一致している。もはや言い逃れのしようがなかった。調査を終えた職員は紀藤に向かって厳しい口調で告げた。これは動物愛護法第44条第2項における虐待に該当する疑いが濃厚です。後日正式に業務改善命令の行政指導を出します。従っていただけない場合、登録の取り消しもありえますので、そのように業務改善命令、登録取り消し。その言葉を聞いた瞬間、紀藤の顔からさっと血の気が引いていく。彼はようやく自分が犯した罪の重さに気づいたのだった。第10章悪党の末路と未来への一歩。動物愛護センターの立ち入り調査という公的な鉄槌が下されたことで、紀藤は完全に追い詰められた。地域の動物関連のネットワークにも彼の悪行は瞬く間に広まり、店の客足は完全に途絶えた。観念した紀藤は犬飼弁護士からの呼び出しに応じ事務所へとやってきた。会議室には犬飼弁護士と、そして毅然とした表情の沙織が座っている。この度はその私の管理不行き届きで大変申し訳ありませんでした。絞り出すような声で謝罪する紀藤。しかし犬飼弁護士はその言葉を冷たく遮った。紀藤さん、それは違います。これは管理不行き届きなどという生優しいものではない。あなたがやったことは法律で罰せられるべき虐待です。犬飼弁護士はテーブルの上に診断書、写真、そして他の被害者たちの証言録を一枚一枚並べていく。これだけの証拠があります。あなたがしたことはココちゃん一匹への仕打ちにとどまらない。中村さん個人への脅迫、 SNS での虚偽の投稿による名誉毀損。あなたの行為は動物愛護法だけでなく民法、そして刑法にまで抵触する可能性がある。このまま慰謝料の支払いに応じず不誠実な態度を続けるのであれば、我々は民事訴訟だけでなく悪質な動物虐待事件としての刑事告発も本格的に検討します。刑事告発。その言葉を聞いた瞬間、紀藤の顔は絶望に染まった。プライドも見栄も全てが崩れ落ちる。彼は椅子から転げ落ちるように床に膝をつくと、沙織に向かって何度も頭をこすりつけた。申し訳ございませんでした。どうか、それだけは、どうかご勘弁を。見苦しく泣き叫び、土下座する紀藤。それは、利益のために小さな命を軽んじ、人を踏みにじってきた男のあまりにも無様な完全敗北の瞬間だった。紀藤は治療費と慰謝料の全額支払いを約束する念書に震える手でサインをした。後日、紀藤のペットサロンは業務改善命令に従うことができず静かに廃業した。センターによって保護された他の犬たちも無事に新しい優しい飼い主のもとへと引き取られていったと聞いた。季節は巡り、穏やかな日差しが降り注ぐ公園。
すっかり元気を取り戻したここが楽しそうに芝生の上を駆け回っている。その姿を沙織は優しい笑顔で見つめていた。あの日、絶望の淵で声を上げることを諦めなくて本当に良かった。沙織は祈祷から支払われた慰謝料の一部を動物虐待からペットを保護する NPO 団体に寄付した。それはここが教えてくれた小さな命を守ることの尊さへの彼女なりの感謝の形だった。一人の弱かった女性が愛する家族のために悪に立ち向かった物語はこうして未来への確かな一歩へとつながっていった。法律 Tips コーナー。今回の物語お楽しみいただけましたでしょうか。ここでは沙織さんが悪質サロンと戦う武器となった法律や制度について簡単に解説します。動物の愛護及び管理に関する法律、動物愛護法。この法律は動物をむやみに傷つけたり捨てたりすることを禁じ、動物を正しく扱うためのルールを定めています。今回のケースのように必要な世話を怠りペットを衰弱させる行為は虐待ネグレクトにあたる可能性があります。違反した場合、行政からの業務改善命令や悪質な場合は懲役や罰金といった罰則が課されることもあります。動物愛護センター保健所の役割。動物愛護センターや保健所は動物愛護法の管轄窓口であり、動物虐待が疑われる事案について相談や通報を受け付けています。通報に基づき事業者への立ち入り調査や指導を行う権限を持っています。個人では対応が難しい事業者に対して公的な立場からアプローチしてくれる非常に頼りになる存在です。民法第709条不法行為による損害賠償。ペットサロンのずさんな管理によってペットが病気や怪我をした場合、それは飼い主の権利を侵害する不法行為にあたると主張できる可能性があります。この法律を根拠にかかった治療費はもちろん、飼い主が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる場合があります。内容証明郵便。いつ、どんな内容の文書を誰が誰に送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。これ自体に法的な強制力はありませんが、言った言わないのトラブルを防ぐ証拠となり、相手に法的な措置も辞さないという強い意志を示すことで、心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。もし、あなたが同様のトラブルに巻き込まれてしまったら、決して一人で抱え込まず、証拠を集め、今回ご紹介したような専門機関や弁護士に相談してみてください。免責事項。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。